虹色の世界へ飛び出して触れるものすべて今翼に変えて羽ばたけ秘められた世界へ願い出した自分に降る嵐も信じる情熱ならFit to heaven. Lucy. ようこそカウント D のペットショップへ。ここはチャイナタウン。人々の常識や想像を超えた世界の珍品名品の集まる都。今宵きっとお客様のお望みのペットが見つかります。いらっしゃいませ。イヤソン・グレイ様ですね。ああ、妻の注文したペットが届いたという連絡を受けたのだが。ええ、先日の事故でお亡くなりになったエヴァンジェリン・ブルー様よりご注文を受けておりましたペットが届きまして、このような事態になってどうしたらよいものかと。それでエヴァの注文したペットはどこにいる？こちらです。ペットって何なんだ？犬か猫か？魚です。魚？熱帯魚？それとも錦鯉か何か？いえ、ちょっと珍しい種でしてね、店頭には出せないんですよ。これは見事な壺だ。ずいぶん大きな魚なんだな。どうぞこちらを登って中をご覧ください。何にも見えないぞ。なんて暗い水だ。そう、まるであの夜の。エヴァ生きていたんだね。エヴァ。ミスター、それ以上乗り出すと危険です。よくご覧ください。これは人魚です。人魚？エヴァ、僕だよ。イヤソンだよ。足は、その足はどういう仕掛けになってるんだい？エヴァンジェリー。落ち着いてミスター。実は彼女は先週の満月の夜、海岸に打ち上げられているところを偶然私が見つけたのです。満月？結婚式の夜じゃないか。ほら、あの指輪、あれは僕が送った結婚指輪だ。おお、すると彼女は奥様の生まれ変わりでしょうか？生まれ変わりだって？いいえ、その逆でしょうか。アジアの言い伝えでは、人魚は海の底にある宮殿に住んでいて、時に地上に上がっては戯れに人間と契りを交わすと言います。もしかすると
あなたと結婚したエヴァンジェリンの方が人魚の仮初めの姿だったのかもしれませんね。エヴァが人魚？ただ押村君は私のもとで目覚めた時、彼女には今までの記憶は一切なく、どこから来たのか、どこへ行くのか、自分の名前すら覚えていなかったのですよ。もし彼女の記憶が戻れば、あなたと永遠の愛を誓ったこと、不幸な事故が起きた時のことも全て思い出してくれるかもしれませんね。どうです、お気に召していただけましたか？もちろんだ。彼女は僕が連れて帰る。それではこの契約書にサインをお願いします。ああ。それからミスター、以下の契約条項を必ず厳守してくださいね。一つ、他人に彼女の姿を見せない。一つ、広い水槽で海水はまめに取り替えること。そして最後の一つ、決して彼女を飢えさせないこと。よろしいですか？以上の契約を破ってお客様と彼女に何か不幸なことが起こっても、当店では一切責任を負いかねます。ああ、わかった。それではどうぞ末永くお幸せに。どうだいエヴァ、気に入ったかい？プールの水は全て海水に変えたんだよ。エヴァ、君は本当にエヴァなのか？イヤソン・グレイが夕べ出かけた？ええ、警備してた連中が確認したの。それでどこ行ったんだジル？チャイナタウン。なんだって？また奴のところに？いい加減にしないかレオン。エヴァンジェリン・ブルーの一件は公式には事故なんだぞ。イヤソンが新妻を失った新郎だ。ええ、分かってますよ部長。彼は大スターエヴァンジェリン・ブルーのマネージャーだ。彼女はレコード会社のドル箱スター。彼女の将来性の方がよっぽど価値がある。殺人なんてリスクを負ってまで得られるメリットがあるとは思えん。分かったらさっさと仕事に戻れ。分かりました。くそ。例のペットショップの伯爵ね、甘いものに目がないそうよ。その書類、私が預かろうか？今晩俺がおごるよ。お久しぶりですね。ちょっと聞きたいことがあるんだがな。これ土産だ。ああ、これはマダムシーズのフルーツタルトじゃないですか。ゆうべイヤソン・グレイがここに来てたろ。ごまかそうったってそうはいかんぞ。ええ、確かにいらっしゃいましたよ。奥様を失ったせめてもの心の慰みにとペットをお譲りしただけです。お前のことだ。危険な動物を売ったんだろ。とんでもない。当店では愛と夢と希望を売るのがモットーです。今度は何を売りつけたんだ？人魚です。人魚？またそういうことを言ってはぐらかそうと。熱帯魚か金魚か？奴からいくらぐらい金をせしめたんだ？信用がないな。一つ、水はまめに取り替えること。一つ、決して彼女を飢えさせないこと。何かご不審な点でも？いや、問題ない。それにしてもどうして彼を殺人家の刑事さんが追いかけているんです？知ってるだろ。奴はエヴァンジェリン・ブルーの新郎だ。ああ、結婚式の当日に海に落ちた歌姫の。ああ、そうだ。しかも遺体はまだ見つかっていないときた。マスコミも連日大騒ぎだ。だがな、あれは事故じゃない、殺人だ。殺人？でもそのイヤソンさんの話では、エヴァンジェリンは酔いざましのためにデッキに出たところで誤って足を滑らせたと。そのイヤソン・グレイが嘘をついているんだ。根拠は？俺の勘だ。敏腕刑事としてのな。野獣のね。
イヤソンさんは人を殺すような方ではありませんよ。あ？彼は奥様の死を心の底から悲しんでおられました。そんじゃあれは事故だってのか？俺の刑事としての勘は。そうか、誰かをかばっているとしたら、近くにいたのはイヤソンとルイーズ・テッセン。エヴァンジェリン・ブルーの付き人だったルイーズとマネージャーのイヤソンはもともと恋人同士だったんです。ところがイヤソンは大スターのエヴァに心変わりしました。いや、というよりもむしろエヴァの方がイヤソンを誘惑して略奪したっていうもっぱらの噂です。それでエヴァを恨んでルイーズが結婚式の当日に復讐した。イヤソンもルイーズに負い目があるから黙っていた。辻褄は合うな。で、ルイーズの居場所は？事件以来故郷に戻ったままです。よし、すぐにルイーズを当たれ。エヴァ、エヴァ、君は本当にエヴァなのか？僕のことを本当に忘れてしまったのか？エヴァ、エヴァ、やっぱりエヴァだ。これはエヴァンジェリン・ブルーの歌声だ。エヴァ、もう離さない。今度こそ君を。記憶なんて戻らなくてもいい。もう一度初めからやり直そう。愛してるよ、君だけを。エヴァ！エヴァ。僕のために歌ってくれたのか。エヴァ。僕を許してくれるんだね。はあ、俺の勘も錆びついたもんだな。おや、私はあなたの勘とやらを結構当てにしてたんですがね。伯爵、こんなとこまで何しに来た？この前のお返しです。お茶の差し入れに来ました。差し入れ？いいか、ここは民間人が勝手に入っていい場所じゃないんだぞ。お気遣いなく。こちらの所長様はうちのお得意様なんです。で、エヴァの付き人はどうだったんですか？ああ、今朝会ってきたよ。イヤソンとはあの事件以来一度も会っていません。将来私が誰かと結婚することがあっても、それはイヤソンではありません。彼とだけは絶対に。あの涙は本物だった。おやおや、そもそも人間の女性の涙に本物と偽物の差なんてどこにあるのでしょうね。たとえ人魚だって愛するものを手に入れるためだったら涙だって流すでしょうに。童話では人魚の流す涙は真珠になると言われてますけど、そうするとそれにもイミテーションがあるのでしょうかね。お前はルイーズが犯人だって言いたいのか？そうは言ってませんが、お茶が冷めますよ。そうそう、人魚といえばアジアの言い伝えでは、生きたままの人魚の腹渡は人間といって食べると不老長寿の効果があるのだそうですよ。お前らそんなものまで食うのか？さあ、ただ一度味を覚えたらやみつきになるほど美味なんだそうですよ。まるで人肉のようにね。レオン、エヴァンジェリンの遺体が海岸に流れ着いたそうよ。ほら写真、サメかなんかに食いちぎられたみたい。左の大腿部だけで腐敗もひどいけどエヴァのものに間違いないわ。レオン？
検視の結果、エヴァンジェリン・ブルー本人であると確認されました。彼女の死を悼むファンの長い列が続いています。この後は予定を変更してエヴァンジェリン・ブルーの追悼番組をお送りします。次のリクエストは彼女が前年度ミリオンセラーを記録したアルバムの中から。イヤソン、今日私のうちに刑事が来たの。イヤソン、イヤソン、どうして電話に。どうしたの？ひどい顔色よ。要件は手短に言ってくれないか。エヴァが待っているんだ。エヴァは死んだのよ。ほら、今もエヴァの歌が聞こえるだろう。エヴァは僕たちをちょっと驚かせようとしただけさ。いつもの悪ふざけだよ。けどおかげで僕は気づいたんだ。僕にとって誰が一番大切な女性か。僕は真実の愛にたどり着いたんだ。僕が愛しているのはエヴァンジェリンだったんだ。待たせたねエヴァ。今度こそ一緒になろう。エヴァの事故の真相を教える？ええ、すべてお話しします。私とイヤソンはパーティー会場を離れてデッキにいました。ルイーズ、許してくれ。これもみんな会社のためなんだ。ええ、分かってるわ。エヴァは幼い頃から自分の欲しいものは思いのままだった。僕を結婚相手に選んだのだってほんの気まぐれなんだ。あなたが彼女の取り巻きの中でただ一人エヴァに振り向かないから。だから彼女は。ルイス、本当に愛しているのは君だ。僕の心は一生君のものだ。エヴァ、エヴァ、これは。エヴァ、待て！エヴァの最後の声が今も耳にこびりついてるわ。私たちはこの事実を誰にも喋らないことと、そしてお互いに二度と会わないことを誓った。けれどエヴァは亡霊になってイヤソンに復讐しに来たのよ。生きながら私たちを引き裂いて、そして今死してなおイヤソンの命まで奪おうとしている。どんな刑罰でも受けます。だからイヤソンを助けてください。エヴァは自殺だった。俺の勘も半分は当たっていたわけだ。エヴァの自殺の原因があなたたちだったとしても法律的には罪にはならないわ。それにね、亡霊だのと言われても物的証拠がないことには警察は動けん。イヤソンを救うのは精神科医かセラピストだろう。そんな、お願いします。そうだわ、イヤソンはプールで大きな魚を飼ってたわ。魚というよりまるでイルカかサメのような大きさの。サメ？イヤソンはその魚のことをエヴァだと思い込んでるの。
伯爵貴様、イヤソンに何を売った？だから言ったでしょ、人魚だって。彼女はプライドが高くて独占欲の強い生き物なのです。愛するものを手に入れるためなら涙だって流してみせるでしょう。あの夜のエヴァのようにね。エヴァ？ああ、そういえば罪悪感と真実の愛を履き違えていた昇進の王子様は契約をきちんと守っているのでしょうか。契約？彼女を飢えさせないこと。空腹はあの死を獰猛にします。それも彼の望んだことかもしれませんけどね。エヴァ、プールはどこだ？僕のサンルームです。なんだこの匂いは。明かりをつけろ。謎の巨大魚の胃の中からはイヤソン・グレイシーの他に先日海中に落下したエヴァンジェリン・ブルーの遺体の一部と思われる白骨化した女性の上半身が発見された模様です。一度味を占めたら忘れられない。それが愛という肉の味なんです。人魚はとても貪欲な生き物なんですよ。甘く惹かれ合って熱く